シンデレラにグリム兄を奪われたグレーテルはしばし呆然としていた。その様子はあまりに幼げで頼りなくて、思わずグリム弟は兄に負わされた怪我も忘れて声をかけた。君、大丈夫かい？あなたは。私の怪我を心配してくれるのか？ありがとう。優しい子だね。多分ナイトメアとしての力があればそのうち治るだろう。そう、治るのだったら。唐突にグレーテルはグリム弟に飛びかかって叫んだ。兄様がよみがえる物語を書いて！待ってくれ。私は右腕がまだ。書いて！そして兄様を復活させて！兄様って誰だ？私の愛する兄のヘンゼルです。何を言ってるんだ？だって君が兄のヘンゼルじゃないか。グリム弟の言葉にグレーテルは動きを止めた。君はヘンゼルだ。作者の私が言うのだから間違いない。そしてその鳥かごの中身が。目に恐怖を浮かべたグレーテルはとっさに鳥かごを胸に抱え込む。しかしそれに構わずグリム弟は続けた。グレーテルだろう。落ち着いて。君は何か勘違いを。反響欄になったグレーテルはグリム弟に襲いかかった。そうか。君は間違った物語の中にいるんだね。なんてかわいそうな子だろう。今から正しい物語にしてあげよう。これは痛いよ。急ぎましょう。早くしないと魔女が来る。
さてどこから紐解こうか。ここだな。魔女を倒した君と妹が魔女が残した財宝を持って家に帰るところからだ。ちょっとズルするよ。無事家に戻った君たちを父親は温かく迎えた。母親の言いなりになって君たちを森に捨てたことを後悔していたからね。お祝いにパンケーキでも作りましょうか。この母親は元は実母なんだが、改訂を重ねて継母にしたのだったか。他にも後世になっていろいろと書き換えられたようだ。興味深いね。すべてミュウ様のために。おっと、今は海底のことは置いておこう。とにかく家に戻ってからのヘンゼルとグレーテルは父親と共に幸せに暮らした。それが私たちグリム兄弟が書いた物語だ。
ターもあるよ。急ぎましょう。早くしないと魔女が来る。グリム童話を元にした話はたくさんある。君たち兄弟の悲劇はきっとその中の一つなのだろうね。いわゆる二次創作に近い。これは痛いよ。すべては兄様のために。兄が妹を殺すなんてひどい話だ。兄は下の者を守ってくれる存在だ。私の兄もそうだった。だから今の状態は間違っているんだ。そうだろう、兄さん。これは痛いよ。すべては兄様のために。僕が妹を殺した。わからない。知らない。それなのにこの手が覚えている。妹を殺したあの時の感触を。
べて兄様のために。今まで何人ものグレーテルが妹殺しの真実に気づいた。そうしてある者は自戒し、ある者は兄としての意識を取り戻し、妹を手にかけた罪を償おうとした。ではこのヘンゼルは。落ち着いたかいヘンゼル。では作者である私に協力しておくれ。共に兄さんを取り戻しに行こう。私たち兄弟が揃えばきっと。嘘つき。え？私はグレーテルです。次の瞬間、グレーテルの手がグリム弟の胸を貫いた。私はグレーテル、兄はヘンゼル。私はグレーテル、私はグレーテル、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 グレー。なんてことだ。この子は真実を受け入れるのではなく、自分をグレーテルだとより強く思い込むことで精神の崩壊を防ぐことにしたのか。すべて兄様のために。嘘をついて私と兄様を引き裂こうなんて、たとえ作者でも許さない。錯乱したグレーテルの攻撃は迷うことなく作者を引き裂いた。なんて哀れな子だ。完全なる虚妄の虜囚となった我が子を憐れみながらグリム弟は生き絶える。その姿を見てグレーテルは作者を殺してしまったことに涙した。嘘つきだけどこの人は確かに作者だったのに。これでは兄様を復活させられないと嘆くグレーテルの瞳がグリム弟の遺体の懐から覗く何かを捉えた。